トリッカルのメインコンテンツはストーリーです。ストーリーを楽しみつつ興味が出たらエンドコンテンツに取り組める、そんな環境を作ってみましょう。まずはとにかく会話をスキップ。戦闘のやり方も教えてくれますが全部無視します。だいたい8分くらいでガチャが引けるようになります。一通り終わるとログインボーナスを受け取ることができます。リセマラするならこのタイミングでいいでしょう。今回は無料50連チケットが配布されています。今回はジュビリを狙います。彼女はキーパーソン、いや B パーソンです。きたた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 た。ガチャが終わったら右上の3からオート戦闘をこのように設定してください。戦闘テンポが高速化、そしてクリアが安定します。その後は1の10クリアまでとにかくスキップです。編成の変更、戦闘指示、何もしなくて大丈夫です。フォローはアレットを選びます。ですがたった 3% のバフ、正直効果あるか分かりません。本木版は 8% のイカレポンチですがなぜな1の10に到着。そしてついに編成をいじります。このように編成してください。アレットで守ってジュビーのデコイで時間を稼ぎ、メロナと SP でダメージを稼ぐ。アレットが上に配置されているのはトリッカルは中央より上下に配置した使徒の方が前に出やすいからです。パトラは肉壁です。全員のレベルを最大に、SP の装備をランク2に、パトラとキウイのスターアップをしてください。ここから3の5までスキップ。もちろんオートで大丈夫です。もし失敗したら素直にレベルを上げてください。3の5に到着しました。ここで教団が解放されます。ここまで来ればあと一歩です。最後のレベリングをしてアレットの装備ランクを2にしてください。3の10クリアを目指します。装備のランクアップは世界が変わるので強化はしっかりしましょう。3の10に到着です。すべてのチェックポイントを通過しました。お疲れ様です。3の10までクリアする理由は冒険協会開放のためです。今後は設備のレベル上げが目標となりますが素材不足で結局ここで足止めを食らうことになります。無課金、ホロ課金教師様はこれから素材集めと新聞をゆっくり進めていくといいでしょう。ちなみにここで課金すればあとは新聞数のみとなります。教団レベルアップパック2がおすすめです。忙しくなりますがその分リターンも大きいです。それでは念願の石回収をしましょう。赤いアイコンは目印となります。左上のアイコンからいける記録報酬。プレミアムショップで冷やかし、閲覧するだけでエリーフがもらえます。カード、一括受け取り。アーカイブ。ヘルプの閲覧。ストーリーの視聴。新聞の左下。そしてこのエリーフで家を買いましょう。いや、クレープを買いましょう。クレープは毎日の日課であるフレンドのお掃除をスキップできます。他人の家に侵入して掃除をする。これが結構素材が集まるのですが30人分はやってられません。セール中を狙ってクレープを買いましょう。すぐ終わらせますよ。教団開放前は普通の家しか売っていないためさっさと新聞して教団を解き放しましょう。買ったら家付きのクレープが出現するとかではないです。フレンドもあって困るようなものでもないですしなくて困るようなものでもありません。適当に爆撃しましょう。残った石はガチャを引くなり自由に使ってくださいね。デイリーってどんな感じ？それでは実際にデイリーを回していきます。プレミアムショップ。プレミアムショップで毎日毎週石がもらえます。ショップへ移動。ショップではモカロン以外を購入。一つまたいでバトルジェムショップ。教団賞を優先に購入。余ったジェムは下のスペルカード用に取っておきます。また一つまたいでおすすめショップ。装備とクレヨンを買います。詐欺ですので石は使わないでください。1日に1回無料で更新できるのでします。イベントをタッチ。キャンディーをもらいます。そのままテーマ劇場へ。1日20回周回します。20回の実績ミッションを受け取ります。これだけで募集チケットやクレヨン、必要なアイテムはほとんど手に入ります。平日のお嬢へ人参を集めていきます。この画面で60個の人参が手に入ります。隣に移動しここでも回収。ペットにアルバイトをさせています。フレンドへ移動。一括受け取り一括送付。この葉っぱのマークが5つになると掃除の報酬が増えます。またここで回収した葉っぱはガチャに使えます。教団へ移動。異物から報酬受け取り。本部に入ります。クレープに掃除してもらいます。アルバイトをしていきます。アルバイトはフルでやりましょう。ここは本国版と仕様が違います。なんでもたもたしてます。やることが決まればここはもっと早くなるはずです。宴会場へ。5
ご飯を2つ食べさせましょう。スターキャンディーの消費。ダンジョンに潜ります。クローンファクトリー足す何か未開放使とも開放できるようになるので必ず集めましょう。最終的にはクレヨンを回ることになります。ベーカリーは罠です。スターキャンディーは通常のキャンディーと違い回復制限がきつい貴重なものなので回復するのもありです。 PVPA ジェムをもらって一戦します。相手はしっかり選びましょう。懲役1分はやってられねえです。特にビブイは避けましょう。本当にやめてください。残ったキャンディーの消費装備につぎ込みましょう。パーティーが完成してもこのゲームは楽しとの装備が良いものだと自分もがぜんやる気が出るとかいう頭トリッカルなシステムなのでスタミナの消費どころがなくなるということはないです。というわけでデイリー終わりグダグダな状態でもギリギリ10分以内で済みました。宣伝文句通りデイリー10分でしたね。おいお前今回の動画の通りにやったら達成できないミッションがあるじゃねえかという声が聞こえてきますが9個中6個クリアすればいいので今回の条件でもミッションクリアは可能となっております。まあ早く先に進んだ方がいいですね。はい、これであなたは初期準備から解放され自由です。これからあなたは日々デイリーをこなしていくこととなります。上級者ガイド。最後に今後していくことをまとめます。一定期間に更新されるもの。毎月更新されるガチャチケットと金クレヨンを交換しましょう。最強を目指すには使わない人も育成する必要があるため金クレヨンに終わりはありません。世界樹採掘は本国では2週間ごとにリセットされます。30回ごとにガチャチケの素材が集まります。本国とは仕様が違うのでリセット期間は分かりません。むしろ初心者目線だと豪華になってるから1ヶ月リセットかも。フグは初日に登りきれるだけ登りましょう。上位ほど上がった時にもらえる石の割合が高いので石を割ってでも登った方がいいです。あと裏技です。こうするとなぜか即更新できます。始めたばかりだと暖房状態のため更新しまくってボット天国へ抜けましょう。合成カードについて合成カードは使用していくたびにゲージがたまりランダムエルダインチケットがもらえます。たまってないかちょくちょく覗いてみましょう。施設の強化。生異物13レベルを目指しましょう。13レベルにする理由は入手できるキャンディーの量が2倍になるためです。レベル上限を上げるのが本部の強化、レベルを上げるために必要なのが名声です。並行して進めましょう。まずは4の10をクリアしてキャンディーを受け取れるようにしましょう。生異物13レベルの道はアルバイト、名声、この2手に分かれて進めます。アルバイトについてアルバイトで入手した素材で冒険界レベル3、本部レベル5、生産ラボレベル2の順でレベルを上げます。先ほど言った通り課金すればこのステップはスキップできます。私はかつて無課金税だったのですが効率にたまげました。1週間いや2週間分はスキップできるでしょうか。名声について名声の入手方法は新聞18ステージオアグッズを作ることで達成します。アーカイブからフィギュアを入手してください。新聞するともらえます。新聞にあたってパーティはまずは染めることだけを意識しましょう。あなたのパーティの耐久火力を大幅に強化します。色が揃わないくらいなら星1を編成してください。名声はグッズを作ることでも入手できます。タッチで確認できる緑の星のやつが名声ポイントです。名声値はフィギュアが一番高いです。生産ラボを強化すると上位のグッズも作れるようになります。家具は作らないでください。家具以外を作ってください。家具はダメです。カスです。イベントでもグッズが入手できるので時間をかければいつか終わります。インテリアショップにも名声が手に入るものが売っています。特に下にある2つが効果が高いです。無料エリーフですのでいかがでしょうか。平日農場。ホロカラボノボで平日農場が開放されます。人参と交換で豪華なアイテムと交換できます。これがペットを購入しろと言われるゆえんです。ただレンタル機能を使えば3パーティまでは自分がペットを所持していなくとも報酬を受け取れます。それに初期は2パーティまでという制限があるため完全にレンタルだけで賄うことが可能です。序盤は左側で得られる60の人参の方がメインを占めペットの所持の有無で大きな差は生まれませんから、石に余裕ができてからでも購入は遅くありません。そして全てが終わった時研究室いや無限地獄が始まります。皆さんは最初の有用なものを取ったらスルーしてください。有用地獄のステータスアップ、有用地獄のステータスアップと循環します。特にグローバル版では素材の回収により様々な種類のアイテムが必要になっていてルコ1人で賄えた本目版と比べ厄介になっています。ヘイリールコ、コミ、ヨミシスト、スピッキーは必須になりそうです。
情報提供してくださった皆様ありがとうございました。特に鉄子の使用量は非常に多いです。そのルポとヘイリーは課金によって確実に入手できる手段があるため、このチケットがトリッカル攻略において4本の指に入るアイテムだと言われる日が来るかもしれません。しかしここに現在攻略における強力な使徒のギデオンはいやらしいというか、作業仲間が増えただけでルポはまたアルバイト三昧のようです。おそらく優先されるのはヘイリーでしょうが、最終的には頭数が必要になるのでやっぱりルポはブラックでしょう。最後に、この動画も私の一意見です。そのためコメント欄で議論していただいて結構です。それでは皆さん快適なトリッカルライフを。